うわこういや何体の一部にしちゃうっていう。僕がやっぱこうなってるってことはもう僕は誰が来てもそうなるってこと。誰でも同じって本当に？確かに帯同の中野先生もこの通り。強く掴んだ方が結構技がかかりやすくて、究極の脱力で相手と自分を一体化させてしまう合気道。でも鉄の拳を持つ空手家タカさんが全力で掴んだらどうなる？今日は本気で試しちゃいます。はい、白川隆二先生のですね、合気道、はい、いろいろ体験しましたけど、あなたは本当はこう思ってるでしょ？どう？合気道ってさ、ここを掴んでみなさいとか言うけど、俺が思いっきり掴んだら簡単にかかるわけねえだろう。そう思ってますよね。いやただ、本当に思いっきりね、思いっきりとにかく掴んでみたら何が起こるのかっていうのはものすごく決まりますね。やっぱ抵抗したらね、そうやっぱり離されないようにとか、興味はあるよね。もちろんそうです。本当かなってやっぱ思うじゃないですか。君だってそう思ってるでしょって感じですよね。あの方になってる。私もね、合気道はちょっと門外漢であるんだけれども、私のいつもこうチンニングとか腕立て、これをやってるこの年においては力が強いと思ってるんだ。この私の力がどのくらいこう通用するか、これねぜひこう試してみたいと思ってるんだね。よしよし分かんないよそれでは、白川隆二先生、はい拍手お願いします。音がしない。無音。タカさんの鍛錬動画は私も拝見して300万再生動画で世界の人たちにやっぱり勇気を与えている。年寄り頑張ってるな、おじいちゃん頑張れてコメントもいっぱいありますんで。武道武術ってやっぱ続けるの難しいじゃないですか。その中でさらに鍛錬って言ったらもう厳しい。年齢が上がれば上がるほど大変だと思うんですよ。やっぱ本当見ていて感動的で本当に素晴らしい。僕ね心はね13歳ですから。本当すごいなと思って。ぜひその鍛え上げられた肉体で試していただきたいですね。振りだったでしょ、褒めたら。だからやっていいですよねっていう。でもこれぐらい鍛え上げられた人、視聴者代表で。だからよくね、この掴んでみてくださいという時に本当に思いっきり掴んだらどうなるのかな。みんな忖度してんだろうみたいなね思うんですよね。やっぱ思っちゃう。今日忖度なしで。はい、お願いします。我慢していただければ。まず片手、はい、はい、じゃあ我慢してもらっていいですか。じゃあ。うわもう。ダメだやっぱり。いやこれだから強く掴むとかそういうことじゃないわけじゃん。ああそうだね。これ思いっきり掴んでるわけ？はいもちろん。それで？これどう感じますかっていうことですよね。なかなか普通はこうやったら掴んでる感が高さあると思うんですけど、これがもう掴んでる感ない。今これ難しいんだけど、ちょっと今もう一回力でこれってほらもう力がガッでこっちもガッて引っ張れることができるんだけど、力ふっと抜かれるとね、なんだろう、こっちもそれが伝わってきちゃう。なんかスーッとこっちもなんかガーッと抜かれちゃうってやつ。なんか握ってんだけど、なんかだんだんなんかね握る気がしなくなって、なんかちょっと弱くなってくる。だからもうあとはどうやってもいける。ああそうですね。今離れちゃった。そういうこと。離れちゃった。ちょっと信じられないので西監督も体験。こういう感じとこれなんですよ。あれ？力の行き場がない。はい。だからもう別に持たれてるって関係ないですよ。むしろ接点がある。行き場がない。接点があるから技かけやすい。掴んでるのに何も掴んでないこれ。どんな技でも例えば。どういうこと？はい。でこれが脱力なんですよね。やっぱりなくなるってやつですよね。はい。さっきまでこう棒を持ってたのに棒がないっていうような。そうです。だから強く持たれた方が技がかけやすかったりするんですよね。今のだと。これ技術なんですね。技術です。結構難しいんですよ。脱力してくださいよってできます。これだけ強い力に対して。で結構難しいんですよね。脱力って弱さにもつながるので必ずしも正解ではないんですけど、ただこの片手を掴まれるっていうところではもう絶対脱力した方がぶつからないで技ができますよね。そっからでも自分で実際技をかけるときはもう力入れてないわけですか？入れてないですよね。でも今こう肩上がってるのでここだったらちょっと脱力できてないですよね。この時に脱力できててもこうやった瞬間にもう相手に情報が伝わるので、最後まで情報が伝わらないってことなんですよ。最後まで本当だ情報が伝わらない。今だって僕何これ
情報は伝わらないんですよ。ずっと空間を握ってるような感じ。そうなんですよ。空間を握ったまま倒されたよ今。そうパントマイムじゃないですけど、こうやって動けるってことです。ここは。ああ、なるほどなるほど。おっていうことなんです。おや中野先生も興味津々。こうだとほら、やりやすいですよね。はい。でも抵抗がない。あと弱い発信だよ。ぶつかんないところってある。なんか掴んでる感がないです。はいないです。掴んでる感がないので。もう強く掴んだ方が結構技がかかりやすくて、こっちが力入れてれば我慢しやすいんですけど、しやすいこれ抜かれてたらほら、どうあ、それどう我慢してるか。あと一番嫌なのは一番これがどう動くかがもう分かんないですよね。やっぱね空気をさ、そうだよね。空気を掴んでる感じだよね。あとはで力の入れ方の癖を読んで、その力の方向にかける。はい。あとは離されないようにこっちにロックしております。ああ、これ嫌な、これもう肩が決まってるね今ね。タカさん次は両手でがっちり掴んでみて。でもあれですよね。うわあ、危ない危ない。同じだった？同じ？あ、いや今のはなんだろう、もう離れちゃうよね。でも持たせてもできますよ。じゃあずっと持ってください。ああ、これでもこれも離しちゃうね。これほどの脱力って相当ハイレベルですよね。脱力はもう高いレベルです。なんかそれすごいよね本当に。稽古ですよね。普段から力抜けてやってるので、あと離れた時の対処方法を知ってるので余裕を持ってるんですよ。あ、そうかそうか。はい、必ずしも掴んでるってわけじゃないじゃないですか。我慢しろって言った時、離れた時にどうするかな。さっきだから周り詰めてこう潰してたのも離れた時のためにだったんですよね。離れてこういう状態だったら突きとか結構くると思うんですけど、でもこれだったらほらできないですね。はい。タカさんの鉄の拳で胸ぐらを思い切り掴んだらどうなる？すごい全然負荷かけなければ簡単ですよ。うわ、これこれ一番簡単なやつ。はい。触れられた瞬間。なんなの今のは。今こう下から重心を崩したら下から入ること手の問題じゃないんだもん。だからあと今のは簡単な手をね。でこれやられちゃうと今度自分が視点を欲しくなってからこれ離せないんですよ。ああ、そういうことだね。離すとね取れちゃう。そうあー離せないで結局倒されちゃうっていう。ででも今当て身した当て身なしバージョンで簡単にいきます。うわ、これはきついな。これも離さざるを得なくなっちゃう。ああ。でももっとやれば離せなくでもできますよ。ここやってやれば。でも危ない。あ、本当これ危ない。危ない。あ、いや何。これは辛いわ。ここで引っ掛けて外せない。すごい、これもうあと指から何から今全部。ここで外せない。やっぱり中野先生も興味津々。ここで軽く引っ掛けて、あとここでロックっていううわー、何？そのまま回ってしまえばさらに今ここで挟んでロック。そうなんだ。もっと単純なのいけますね。はい。これだけではい。お、ひねる力をうまく使ってます。思いっきり掴んで。ひねる方向ここなの、ここに。うわ、これのが普通ですね。はい。だから思いっきり掴んでるってこと自体が成立してないよね。だからね。いや、掴んでるんだけどね。そう思いっきり掴むことが物理的にどれだけリスクがあるかってこと。それって結構一般視聴者の人には分からないんですけど、やればすごいリスクあることが分かりますよ。はい。そういうことでしょ。っていうことで、強く持ってって外れないから他に追撃ができるんですよ。こう離れなくなっちゃうんですよ。肩の決めながら手首も決まってこっちから入ってこういうことと全く関係がなくなんか関係ないですねこれ。そうですね。また、ここ視点で関係あるようにもできますよ。ここやればこれやると関係あります。強く掴めば大丈夫だろうとかなんとなく思うじゃないですか、人間って、そういうことが全く関与してないってことなんですかね。そう、体さばきですよね。軽く掴んでると思う。軽く掴んでも同じですよ。掴んでるってことはもうそこで視点ができて技。俺は子供みたい。軽く掴んでも同じ。はい。それはもう強く掴んでも軽く掴んでも。あとはその力の入れ方の癖があるので、その方向ですよね。なるべくぶつかる。こっち側でもいきます。武道家武術家の胸元掴むの危ない。あ、それ
それでバキだかなんとかの漫画のなんていうガローデンだっけな、なんかのセリフでありましたよ。出ましたか？力でこうなんとかならない。ならないですよね。これは辛そう。合気道すごい。だからやられてみなきゃわかんないです。合気道はされてみた方がいいです。威力が分かりやすいパンチや蹴りと違って合気道の凄さは体験してみないとわからないですね。でもそうか、分かりにくいですね、受けにでも対して。本当にすごい。だから結構我慢しろよっつっても結構簡単に脱力ができてれば、もう掴むことで掴んで居ついてること自体がもう武術的リスクなので、そんなことないので、そもそも素人だったらあるんですけど、熟練者がこんなやってみたいなことないので。まあでもこう先生方が私たちをこう制圧している状態っていうのは逆に掴んでるわけじゃないですか。でも制圧して先生方が僕らを掴んでてもそれは力んでないんですよね。それがすごいですね。そうなんですよね。なるべく離れない、ここでタカさんが例えば危険だと思って離そうと思ってこう密着させて離せないような技術を使うんですよ。体の一部にしちゃうっていう。すごいな。元が持たないがその距離を保ちながらなるべく離せないような動作。なんというか自分の体が白川先生の体の一部になって自由に動かされちゃっている気がします。いやもう全くその通りですね。私がもう白川先生の道具になっちゃってるような感じしますね。はい。でもなるべく一体化させたい、大好きな中野先生と一体化したいみたいな。ありがとうございます。なるほどね。ありがとうございます。赤くなってますよ。どうですか、高さん、もう63歳、武道歴45年で、本当ね、僕ね、合気道って今までだってこの年になるまでですよ、ちゃんとその体験をしたことがなかったんだけど、いや本当にありがとうございますですよ、本当に。まあこれで本当見識が広がったっていうかね。あとこのご覧になってる皆さんにもなんだろう、まあ僕を通してですよ、僕がその視聴者代表みたいな感じでいつも出させてもらってるんだけど、その僕がやっぱこうなってるってことはもうおそらく誰が来てもそうなるってことだと思います。本当ですよね。まあでも本当中野先生がおっしゃる私道具の一つだと思うんですよ。ここで完成じゃなくてこういう攻防の中で決めることもできるし、当て身もあるし突きも蹴りもあるしっていうその広がりですよね。そういうことだから体験すると凝り固まった考えがなくなる。足りました。もっとやります。いや今ねもっといろんなパターンがもっといろんなパターン。白川隆二先生の合気道新シリーズ2023、まだまだ続きます。次回をお楽しみに。合気道を味わおう。そして2022年の名場面集を合気道新部錬成塾チャンネルで公開中。そちらもぜひご覧ください。 Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。